豪華な公衆トイレです。結婚式とかもできるリゾートの島です。日本から正直行きづらくて、多分この動画見てる日本人の方々の 1% もここに行かないんじゃないかなと思うんですけど、その意味でもわざわざ行かずに済むので、この動画を見ていただけると幸いです。でこの島ですが、中国の無人島になります。でいろいろインターネット等を調べてはみたんですけれど、あとここにあったインフォメーションセンターのお兄さんにも聞いてみたんですが、人は住んでないということです。で、僕は今まで約500の島行ってきたんですけれども、ここは無人島で僕の興味対象外なんですが、ここ中国の本土の一番南のハイナンっていうエリアに属してます。そのハイナンの島から、高速船で行くことができるんですね。でこの時は2026年の3月4月に、10日間そのハイナンの島に僕は滞在してたので、初めての中国旅行で、なんでついでに無人島だけど行ってみるかと思って行った次第でした。で、正直すごい行きづらいと思います。この島めっちゃ行きづらいです。なので、サムネイルにもそのように書きました。まず行きづらさの一つとして、日本人が慣れてる Google マップが中国なんで使えないんですけど、じゃあ中国のA マップとか使えばええやんって話なんですが、それを使って、あと、ディリですね、タクシーを乗って、港まで、この島に行くための船が出てる港まで行くような形です。ちょっとバスとかは本数がですね、ちゃんとは調べられてないんですけど、とにかくタクシー使わないとかなり不便だなと思いました。ただタクシー日本より安いので、10分ぐらい乗っても100円200円ぐらいでかなり安いので、タクシーで行かれた方がいいと思います。で、その向こうの奥に見えるのがハイナン島なんですけど、そこからだいたい20分も乗ってればこの島に着きます。ただ、この日割と海落ち着いてたんですけど、結構揺れますで、スマホ見てたら僕酔っちゃったので、酔い止め飲んでても酔ったんで、苦手な人は多分本当に苦手かなと思います。でこのようにコスプレがちょっと私服となってるのがよく分かんない人もいるんですけど、でこの人の場合は前髪もカーラーつけたままで、ちょっと余計にカオスの極みなんですけど、特にドレスコードはないです。ただ基本的に自撮り写真撮りに来てる方が圧倒的に多いので、ドレスの格好の人が多いのはそのためです。で、ここに来てる方々って僕がこの日行った限りだと20代の人が結構多いかなっていう印象でした。30代はちょっともうよくわかんないですけど、明らかに10代後半か20代かなっていう。ハイナンってとこのエリア自体が中国のハワイって呼ばれてるんですけど、なんかハワイというか別に中国の中でも普通に海が綺麗なところって自己主張しちゃえばいいんじゃないかって感じがするぐらいに綺麗なところです。ちょっとこの撮影した時はもう午後で3時とかでも西日見始めてるんで、ちょっと全体的にベージュとかオレンジがかってはいるんですけど、午前中に来れる人でしたらもうちょっと青みがかった海が見れるんじゃないかなと思います。で、ここは、シーズンがだいたい10月から4月までっていうふうに言われてるんですけど、春のなんですけど、僕はこれ3月末に行ったんですが、もうすでに35度ぐらいあってですね、年々暑くなってるじゃないですか。で、ちょっときついと思います。もう4月行くのはかなり暑くてきついと思う。3月の半ばぐらいまでの方がいいと思います。で、ここエリア的には台風結構来るところなので、もう4月終わっちゃうとその後オフシーズンで一気にお客さんはいなくなっちゃうらしいんですが、この僕が行った時期とかだと土曜日日曜日とかそういう週末は1日に1万人以上観光客が来たりするっていう割と激混みらしいです。でこの日も、僕がもう午後2時ぐらいに行ったので、多分午前組と入れ替わっちゃってるから、映像見る限りだとそんなに多くいないように映ってるだけかなと思います。あとはここはこういう、海とかのアクア系のアクティビティも多いのと、あとスタバもあってですね、ただ日本みたいにその店舗限定のグッズっていうのはないです。
ドリンクもなかったですね。ただ店の中混んでてエアコン効いてるのでもう満席で、ただこのエリアはハイナンっていうそのエリアなんですけど、ハイナングッズは置いてありました。であとは、本当にその辺にブランコとか割と自由に使ってよくて、基本的には皆さん撮影の時に列になって並んでるってところで、そういうところではマナーがある人たちです。で一部の人は立ち入り禁止のところに入ってて、でここ警察官いらっしゃるんですよ。で警察官の人が注意してるっていうのを目撃しました。であとはそうですね、もう冒頭にあったようにトイレが豪華です。公衆トイレって思えないような豪華さです。でゴミ箱がたくさんあって、基本的にはこのようにやっぱりゴミ落ちてないです。すごい定期的に清掃されていて、真面目に働いてる方々多いなって感じです。で僕は普段シンガポールに住んでるんですけど、シンガポールの方がめちゃくちゃゴミ多いので、なんか都市伝説になんですけど、よくシンガポールがゴミが落ちてなくて綺麗だよとか言ってる人いるんですけど、どこ行ってきたんですかって感じで、シンガポールに、僕移住して4年以上経つんですけど、ゴミ落ちてないっていう日なんて一度もないですよ。毎日ゴミだらけですよ、本当にあちこちが。それが本当のシンガポールです。で話戻ります。シンガポールからだと、このチャンギ国際空港からこの島に行くための最寄りのハイナンの島まで、だいたい4時間弱ぐらいでスクート LCC で行けます。でセールがなくても往復の航空費がだいたい4万5千円ぐらいでした。僕の時はまだそれがイラン戦争の煽りを受けてない時の価格なので、今は値上がりしてるかと思います。で日本から行く場合ですと、まずこの最寄りの空港に乗り換えなしで行くことができませんので、一旦乗り換えをしてってなるので、結構移動に丸1日ぐらいかかっちゃうんです。それ意味でも多分ほどでなければ多くの人がこの島来ないだろうっていう島でございます。これが島の全体図なんですけど、ほとんどいわゆる宮所っていうのはもう北西部に集まっていて、北東部の方は、もうそんなにそれほどあまりないですね。大部分がハイキングエリアというのかもしれません。で、このホテル宿泊施設は一つありまして、これがその付近です。でこの近くにいるおじちゃんたちは結構気さくな感じでした。でその宿泊施設はこちらなんですけれども、これは宿泊者とか関係者以外はここから先が立ち入り禁止なので、どういうものロビーなのかなとかは全然わかりません。でGoogle マップに、こちらも載っていない、基本は載ってないので、今インターネットでそこにある看板の英語を調べた方がいいかなと思います。ちょっと僕は日帰りでどうしても買いたかったんで、ここには泊まってません。で結構ランとか花は多い方でした。とにかく植栽は丁寧に管理されてるって印象があります。ここに限らず中国は割と植物の管理が丁寧なんですよね。なんでそこら辺がすごく感心します。でこれ帰りの船です。行きとは別でしたね。別のタイプの船でした。こっちも帰りは結局今これぐらいから明けなんですけども、基本的にはほぼ満席になってからの出港っていう形でした。ただ終わり頃になるとさすがにそれなんだいつまでたっても帰れないから時間通り出国するんじゃないかなと思われます。